皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介をします。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要語語、また文法や知識についても解説をしています。では早速行ってみましょう。今回は第4章夕顔の第14話です。桐壺亭の第二巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望し、様々な女性と関係を持っています。この間では夕顔の宿にも興味を持ち始めていますが、伊予之助が認知から戻ってきたことで再びうつせみのことを思い出しています。ではこの後の展開いってみましょう。娘をば去るべき人に預けて、北の方をばいて下りぬべしと聞きたもうに、一方ならず心慌ただしくて、今一度はあるまじきことにやと、小気味を語らいたまえど、人の心を合わせたらんことにてだに、軽らかにしも紛れたもうまじきを、まして逃げなきことに思いて、今さらに見苦しかるべし、と思い離れたり、さすがに耐えてお申し忘れなんことも、いと誘拐なく、受かるべきことに思いて、去るべき折々の恩依頼など懐かしく聞こえつつ、投げの筆使いにつけたることの葉、怪しくろうたげに、目止まるべき不死加えなどして、哀れとおぼしぬべき人の気配なれば、すれなく寝たきものの、忘れがたきにおぼす、今一方は主強くなるとも、
変わらず打ち解けぬべく見えしさまなるを頼みて。とかく聞きたまえど。見心も動かずぞありける。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。伊予之助は愛するうつせみの夫で、一夜限りに手を出した野木場の荻の父親でしたね。その彼が娘である野木場の荻を結婚させ、うつせみを連れて認知へ下るというのです。源氏はそれを聞いて動揺します。うつせみもこれで光源氏との縁が切れてしまうのを物足りなく思い、手紙の返事を書いたりなどするので、源氏はまた心が揺れ動いていますね。一方の野木場の荻にはあまり心が動かなかったみたいですね。さて、今回は陳述の副詞についてお話をしましょう。大学入学共通テストでは、例えばこんな問題が出題されますよね。古文の長文は基本速読で読んでいくのですが、こういう文法識別の問題の箇所は一語一語の品詞分解から丁寧に見ていく必要があります。中でもこのようにひらがなが続く箇所の付属語はきちんと対処していけるようにしましょう。さて、今回の防戦箇所、人というのは野木場の荻のことです。相手が合意したようなことでさえ、無は文中連体形なので遠曲の意味。選択肢1は明らかに×ですよね。軽らかには形容動詞ですね。2の識別をよく聞かれます。選択肢3は格助詞ではありませんよね。そして今回のポイント、マジです。これは語応表現のイディオムでできそうにないと訳します。が陳述の副詞であることを理解しておきましょう。さらに、しもですが、しは脅威の副助詞、もは脅威の形助詞です。連語として覚えておきましょう。ただし、連用形につく場合、過去の助動詞きの可能性もあります。今回は陳述の副詞の直後なので、過去の助動詞ってことはありえないですよね。さらに、紛れは紛れずとなることから、ら行下二段活用動詞です。しかし、直後、たまうという尊敬の補助動詞、つまり、用言に接続していることから、紛れは連用形、したがって選択肢5は×ですよね。このように識別は、直前、直後の接続まで見ることが寛容です。さあ、今回、マジという語応表現が出てきましたが、他にも様々な語応表現、陳述の副詞があるので、合わせて押さえておきましょう。さあ、今回も第4章、夕顔からのイラスト役でした。第1条、切り壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。